皆様こんにちは、ゼリーです。今回はアディクションホリデーコレクション第2弾よりザ・アイシャドウパレットプラススルーザグラスの101テインティッドグラス、102アンティークグラスを使ってそれぞれのアイシャドウの特徴を生かしつつパーソナルカラーを使いこなして似合わせるメイクパターンをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デポコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。以前メインチャンネルでそれぞれのパレット1色ずつの単色塗りとパレット全色を使ったメイクパターンを1種類ずつご紹介しましたが、他にもいろいろなメイクパターンを知りたいとリクエストいただきましたのでご紹介していきます。少しでもメイクパターンの参考になれば嬉しいです。アイシャドウパレット1色ずつの単色塗りやこちらのコレクションで発売されている別のアイテムについてはメインチャンネルでご紹介しておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは101のペインティッドグラスからご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。かなり明るく淡い黄身ベージュにパールのツヤと微細なラメを感じます。ベースのカラーは黄身系ですが、発色がかなり淡いのと、パールがシルバーっぽく光るので、イエローベース、ブルーベース同スに使いやすいです。淡く柔らかいカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトスプリング、ライトサマーに特におすすめです。続いて右上はイエベ春におすすめ。淡く明るいオレンジベースにパールのツヤをたっぷり感じます。黄身や明るく淡いカラーが得意な方におすすめです。16タイプだとライトスプリング、ブライトスプリングにおすすめ。続いて左下はブルベ夏、イエベ春におすすめ。黄身にも青みにもよらないニュートラルな淡いピンクカラーのベースにパールのツヤと微細なシルバーのラメを感じます。イエローベース、ブルーベース問わず淡く明るいカラーが得意な方におすすめ。16タイプだとライトサマー、ライトスプリングにおすすめ。最後、右下はブルベ冬におすすめ。青みが強い寒色パープルにパールのツヤとシルバーのラメを感じます。青みが得意な方、ブルベ冬全般におすすめのカラーです。それではこちらのアイシャドウを使ったメイクを2パターンご紹介していきます。まず1つ目はピンクとオレンジのカラーをメインに使ってこのパレットの淡いニュアンスを前面に出したメイクをご紹介していきます。柔らかく儚げな印象に仕上げたい時におすすめなのでぜひお試ししてみてください。まず左上のカラーを指に取ってワーまぶたのアイホール全体にベースとして塗っていきます。このパレットの中でも特に淡い発色のカラーをベースに仕込んでツヤをたっぷり出していきます。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。この淡いニュアンスのオレンジカラーがとても儚げで可愛いですよね。続いて左下のカラーを指に取ってさらに上に重ねていきます。オレンジとピンクそれぞれ単色使いでも可愛いですが、この2色を組み合わせることで温かみの中に程よい透明感を持たされて柔らかさの中に透明感を感じるメイクに仕上がります。重ねていくことで各カラーのパールが重なってツヤツヤの目元に仕上がります。最後に右下のカラーを付属のチップの細い面に取って上下のまつげに細いラインとしてのせていきます。このパレットの中では結構しっかり発色を楽しめるカラーですが、チップを使って塗るとこんな感じで
程よい陰影感をつける程度にも調整することができます。下まぶたにものせて程よく目元を引き締めていきます。はい、1つ目のメイクはこんな感じで完成しました。上まぶたは右下の締め色のパープル以外の3色を全て組み合わせて、各カラーに入っているパールの艶めきを重ねて、リキッドタイプのアイシャドウで作った時のような濡れツヤ感のある目元に仕上げてみました。このパレットの贅沢なパールの艶めきを楽しみたい時にもとてもおすすめなメイクです。オレンジのカラーとピンクのカラーを重ねているので、温かみの中に程よい透明感があって、明るく柔らかい目元に仕上がったと思います。パーソナルカラーに分けると、イエベ春やブルベ夏、16タイプに分けると、淡いカラーが得意なライトスプリングやライトサマータイプの方はもちろん、ブライトスプリングタイプやブライトサマータイプの方が柔らかい印象に仕上げたい時のメイクにもおすすめです。着てみるとこんな感じです。続いて2つ目のメイクでは、オレンジとパープルをメインに使って淡いながらもコントラストをつけたメイクをご紹介していきます。柔らかいトーンが得意だけれど少しコントラストをつけたメイクも試してみたいという方にもおすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。まずはメインにするオレンジのカラーを全体にしっかりと塗っていきます。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から外側に向かって目尻側半分に締め色としてのせていきます。こちらの締め色はこのパレットの中だと結構しっかり発色する方ですが、中に大粒のラメが入っているので、指でしっかり塗ってもラメがきらめいてくれる効果で、そこまで暗く沈みすぎないのがポイントです。続いて左上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。下まぶたにはしっかり明るさとツヤを出しておきます。最後に左下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。最後にこのピンクのカラーを重ねることでオレンジとパープルの境目をなじませて明るさをプラスしていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。2パターン目のメイクではこちらのパレットの淡いニュアンスは保ちつつ、しっかりと目元にメリハリとコントラストも楽しめるようなメイクに仕上げてみました。このパレットの中でも発色がしっかりめのオレンジとパープルの締め色でベースを作りましたが、最後にピンクのカラーを広範囲にかけることで目元は強調しながらもグラデーションが強くなりすぎないように調整してみました。オレンジ、ピンク、パープルと3つのカラーを使用していますが、発色が柔らかいのとツヤやラメが効いている効果で派手なカラーメイクという感じにはならなくてすごく絶妙ですよね。パーソナルカラーに分けるとブルベ夏、ブルベ冬、イエベ春、16タイプだとブライトサマー、クリアウィンター、ブライトスプリングの方にはもちろん、ライトサマーやライトスプリングタイプの方が少しコントラストをしっかりつけたいという時のメイクにもおすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いては102のアンティークグラスをご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ冬におすすめ。高発色でダークな寒色パープルにシルバーとパープルの大粒ラメが輝きます。青み、深み、鮮やかなカラーが得意な方におすすめ。16タイプだとディープウィンター、ビビッドウィンター、クールウィンターに特におすすめです。続いて右上はイエベ秋におすすめ。高発色で深みがあり、少しくすみニュアンスもあるカーキカラーのベースにゴールドのパールがメタリックのように輝きます。黄身系の深みカラー、くすみカラーが得意な方におすすめ。イエベ秋タイプの方全般におすすめです。
続いて左下はイエベ秋におすすめ。少しくすんだ明るめのオレンジブラウンにゴールドの大粒ラメがポロのように輝きます。黄身や大粒ラメの華やかさが得意な方におすすめ。16タイプだとストロングオータム、ウォームオータムに特におすすめです。最後、右下はブルベ冬、イエベ秋におすすめ。チャコールグレーのベースにシルバー、ゴールド、ピンクパープルの大粒ラメが輝きます。深みやコントラストが強いメイクが得意な方の締め色としてお使いいただきやすいです。それではこちらのアイシャドウを使ったメイクを2パターンご紹介していきます。1つ目のメイクではアイシャドウブラシを使ってこちらのパレットのコントラストを少し抑えたメイクをご紹介していきます。発色をコントロールしたい時やイメージを変えたい時におすすめなのでぜひお試ししてみてください。まず右上のカラーをアディクションのアイシャドウブラシ B01 に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。指で塗るとかなり発色がしっかりしていて深みがあるカラーですが、ブラシ塗りをするとこんな感じでナチュラルなくすみカラーとしても使いやすいです。今回使用しているアディクションのアイシャドウブラシのような毛足が長めのブラシを使うとよりナチュラルに発色させやすいです。続いて左上のカラーもブラシに取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらのカラーにもたっぷりのシルバーラメが入っているのでブラシ塗りをするとシルバーのラメが全体に艶めいてくれてとても綺麗です。程よい深みのあるニュアンスの目元を作っていきます。続いて右下のカラーをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。最後に左下のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。このカラーはパレットの中でも特に大粒のラメを楽しめるのでブラシを使って軽く撫でるようにのせると自然なラメがニュアンス程度に乗ってくれてとても可愛いです。上まぶたの黒目の中心にも軽くラメを足すようにのせていきます。こうすることで一気に自然な明るさを演出してくれます。はい、1つ目のメイクはこんな感じで完成しました。指で塗るとかなり発色がしっかりしていて深みとコントラストがしっかりついた目元に仕上がるパレットですが、全色をブラシ塗りするとこのくらい穏やかな印象にも抑えることができます。それぞれのカラーの中に入っている大粒のラメがブラシを使うことでクリアに発色して深みの中に絶妙な透明感を与えてくれています。少し発色やカラーの印象を抑えたい時にとてもおすすめです。パーソナルカラーに分けるとブルベ冬、イエベ秋、16タイプに分けるとディープウィンターやディープオータムタイプの方はもちろんストロングオータムやミューティッドオータム、ビビッドウィンタータイプの方が少し目元を強調させた落ち着いたトーンのメイクに仕上げたいという時にもおすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目のメイクではこのパレットの深みやコントラスト、贅沢なラメを前面に出したメイクをご紹介していきます。とにかくラメを楽しみたい、華やかに仕上げたいという方におすすめなのでぜひお試ししてみてください。まず左下のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらはオレンジブラウンのカラーがしっかり発色する上にさらに大粒のポロのようなラメがキラキラと輝くので今回のメイクではこのカラーをベースに仕込んでしっかりラメを出していきます。単色塗りでもすごく可愛いカラーですよね。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。カーキのカラーもオレンジと組み合わせると暗く沈みすぎなくて絶妙なニュアンスを与えてくれてとても可愛いです。続いて左上のカラーを指に取って
目尻3分の1に締め色としてのせていきます。目尻にパープルをのせると程よい血色感も与えてくれます。最後に右下のカラーを付属のチップの細い面に取って、上下のまつげの際に細くラインとして入れていきます。さらにしっかり目の際を締めていきます。はい、こんな感じで2つ目のメイクが完成しました。2つ目のメイクでは、このパレットの発色の良さやコントラスト、ラメをしっかりと活かすようなメイクに仕上げてみました。左下のオレンジカラーをベース全体に塗ることで、目元全体にポロのような大粒の華やかなラメを楽しめます。カーキとパープルもそれぞれに深みがあるので、組み合わせてもこんな感じで、浮かずに綺麗なグラデーションになってくれます。さらに上下のまぶたを右下のチャコールグレーカラーで締めることで、しっかり目元を強調したメイクに仕上げました。大粒のラメをしっかり楽しみたい方や、華やかな目元にしたい方にとてもおすすめです。パーソナルカラーに分けると、イエベ秋やブルベ冬、ストロングオータムやビビッドウィンター、ディープオータム、ディープウィンタータイプの方に特におすすめです。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで、アディクションのホリデーコレクション第2弾で発売された限定アイシャドウ2種類のパーソナルカラーレビューとメイクパターンをご紹介していきました。少しでもメイクパターンの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこの動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。